おうるはい、皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。今日はですね、ちょっといつもの動画とは毛色を変えて、僕がね、潜入捜査に出たいなと思うんですけど、皆さんデータ復旧サービスってご存知ですか？SD カードとか、ハードディスクが、なんか物理的に壊れちゃったとか、間違えてフォーマットしちゃったなんていう時に、そこからデータをね、復旧させてくれるっていうサービスなんですけど、あれね、僕も昔ね、一回調べたことがあって、ちょっと、自分のデータを飛ばしちゃった時に。で、その時思ったのが、なんか、うさんくさいなと、正直ね、思ったんですよ。で、今回の動画は、そんなね、データ復旧業者のデジタルデータリカバリーさんと、タイアップ動画になってるんですけど、だったら、俺がもうガチで、もうやらせも忖度も一切なしで、検証してみようと思って。こんな感じでね、ちょっとストレージをいっぱい用意したんですよ。USB とか、SSD とか、SD カードとか、外付けハードディスクとか。で、これらにデータを僕がいっぱい詰めて、で、フォーマットしたりも物理的に壊したりして、で、それをこのデジタルデータリカバリーさんに持ち込んで、一体、いくらで、どのくらいのね、データがちゃんと復旧できるのかっていうのを検証していこうかなと思います。このね、デジタルデータリカバリーさんのね、ホームページとか見ると、データの復旧率がまずね、なんか驚異的な 95% オーバーっていう数字なんですよ。で、料金もね、サイトを見ると、2万円からって書いてあったりだとか、万が一データが復旧できなかったとしても、お金がかからないケースもあるって書いてあるんですよ。どうなんだろう。大丈夫かなと思って。ネットの口コミとかを見ると、もちろんすごく役に立ったありがとうございますっていう口コミと、同じくらい悪い口コミもあって、それこそデータが復旧できなかったのに高額請求されたとかね。でも本当ね、いつかね、どうしても大事なデータを復旧させたいっていう時が、来たら、それはね、お世話になる可能性もあるんで、それだったら、そうならないのが一番なんですけど、でもね、万が一の時のことを考えて、じゃあもう僕がもう本当にやらせも忖度も本当にだよ、本当に一切なしで、ここにね、ちょっと挑戦してみようかなと思います。というわけで、早速なんですけれども、後日このデジタルデータリカバリーさんのラボに行くことになっているので、その前にね、ここにある新しく購入したメディアたちを、破壊していこうかなと思います。はい。じゃあ早速ちょっと検証用のメディアを用意していこうかなと思うんですけど、いやこれをね壊していかなきゃいけないわけじゃないですか。ことでちょっといろいろ用意はしたんだけど、良い子の皆さんは決して真似しないようにお願いしますね。で SD カードの方はカメラに入れてこれフォーマットしてきます。なんでこれはちょっと後でやるんですけど、最初はね、じゃあこの USB メモリからやっていこうか。ここパキッと折っちゃって、でもうパソコンにはさせないみたいな、そういうような状態になったものがデータ復旧できるかっていうところで、ようるじゃあ引きますよ。どうすんだよ。なんか明らかになんかしちゃいけない音がしてる。ここまでやったら大丈夫かな。大丈夫ではないんだろうけどはい、というわけでね、しっかりとこの4つのメディアを破壊してやったんで、これをじゃあ後日ね、デジタルデータリカバリーさんの方に持ち込んで、どれだけデータが復旧できるのかっていうのを検証していきたいなと思います。はい、じゃあまた後日。はい、というわけでぶっ壊したデータ持って今こちら見えるかな、六本木ヒルズまでやってきたんで、これからちょっとねこのデータを本当に復旧できるのかっていうのを確認しに行きたいなと思います。ほんじゃ行こうかな。ここですね。到着しました。デジタルデータソリューションさんでございます。お待たせいたしました。どうも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご案内いたします。はい、ご案内します。富永と申します。よろしくお願いいたします。で、電子機器等が一切お持ちいただけなくなってますので、今回カメラは大丈夫ですよね。空港じゃないですか。空港に置いてるなと。空港的なやつですよね。同じやつなんですか。この方失礼します。いや今セキュリティゲートをくくりました。すごい厳重だね。じゃあここからオフィスなのかな。
ここから先でいいですか？こちらが実際に作業を行っているラボになってきます。はい、じゃあすみません、ちょっと。左半分が実際にお電話を受けしているコールセンターで、右半分が実際に作業しているエンジニアの。じゃあこれ、はい、これでデータどのくらい復旧できるかですよ。じゃあこれ預けていきます。これよろしくお願いします。はい、お預かりいたします。お願いします。で、ここから数日がすでに経過しまして、あの時預けたデータっていうのが、一応返ってきました。で、あの後ね、90分ぐらい待って、初期診断のね、説明と、あとは見積もりもらいました。で、その待ってる間に、エンジニアの方にもね、インタビューをしてきたので、そのあたりの話をね、これからしていきたいなと思います。じゃあまずはもうね、検証結果からいきましょう。今回預けたのが SD カードと USB メモリーで、外付け SSD、外付けハードディスクの4つのメディアなんですけど、このうち何割が復旧できたかというと、現時点で 50% でございます。つまり4本中2つのメディアが現段階で復旧できてるんですけど、残り2つなんですけど、まず1つ、外付けハードディスクの方がですね、今日の撮影に、間に合いませんでした。その復旧作業が。率直に申し上げますと、このハードディスクが一番重症です。そうですね、僕ハンマーで叩いてきましたから。で今回ね、僕もね一切のやらせなしっていうことで、事前にどういった状態のメディアを持っていくかっていうのを伝えてなかったんですよ。どうしてもね、その1本が今回の動画の投稿スケジュールに間に合わなかったんで、それに関しては、後ほど結果が分かったらこの動画の概要欄の方にね、結果ちゃんと書いておきます。もしくはTwitter とかでもね、発信していきたいなと思いますんで、すいません、ちょっとそちらの方をチェックしてもらえればなと思います。でもう一つが SD カードですね。こちらが結論弊社の方でちょっと対応が不可能という判断に。復旧見込みなしっていうことで、そもそもね復旧を依頼することができなかったんですよ。今回ね、僕 SD カードはこのね、ミラーレスカメラでフォーマットしたんですけど、どうやらねそれが良くなかったみたいで、大きいデータを取り扱うようなカメラでフォーマットされたんじゃないかと。コンパクトデジカメとかではなく、これでフォーマットします。フォーマットって大きく分けると2種類あって、単純にその記憶してたデータにアクセスできなくなるようにする。でも実際そこにはデータが残ってるっていう、一番シンプルなフォーマットと、もうちょっとセキュアなフォーマットの方法として、メディアの中にゼロを全部書き込んでいって、元々あったデータを完全に上書きするっていう、この2種類があるんですけど、このね上書きするパターンの方になってくると、どうしてもやっぱりメディアっていうのはもうやっぱ上書いちゃってるんで、復旧させることが難しいってことなんですね。それはねなんとなく知ってたんですよ。ただこのカメラがその方法でフォーマットしてるっていうことは僕知らなかったんですよ。コンデジとかだったらその単純フォーマットのパターンが多いらしいんですけど、こういう大きいデータを扱うような、いわゆるプロ向けの機材とかになってくると、そうやったゼロで埋め尽くすような、完全上書きするフォーマットっていう方法を取ることが多いらしいんですよ。機種とかメーカーによっても違うとは思うんですけど、今回はそういった理由で SD カードっていうのはもう完全に復旧することができませんでした。もう本当にねフォーマットっていうのは細心の注意を払ってから、フォーマットするようにしましょうということです。ということは、ハードディスクがまだ現時点で不明、 SD カードがダメだったっていうことは、USB メモリーと外付け SSD に関しては、これはデータがもう完璧に復旧されて帰ってきました。で中に入っているデータもちゃんとね確認したんですけれども、それぞれちゃんと読み出すことができましたし、フォルダー構造とかも全部保ったまんま、帰ってきました。じゃあそれに一体いくらの費用がかかったのかっていう話だと思うんですよね。はい。じゃあそこでね、じゃあ次は見積もりを見ていきたいなと思います。でここにね見積もりは3つあります。外付けハードディスクに関しては、まだ作業中なんですけれども、一応ね金額は出てます。
パキッと折った USB メモリーから、データの復旧費用の方を発表していきたいなと思うんですけど、今回かかったのがですね、税込み11万円でございます。これを、高いと取るか安いと取るかっていうのは、正直中に入ってるデータ次第かなとはもちろん思うんですけれども、でもね、思ったより僕は意外とかかんなかったなっていう気はします。っていうのもUSB メモリーはどうやって復旧させたかっていうと、差し込み口を折っちゃったんで、中の基板からこうメモリーをこう全部取り外して、で別のなんか USB かなんかに移植して全部こうハンダ付けで配線とかやり直して、でそれでデータを読み込めたらしいんですよ。なのでそこまでこうすごい細かい作業をして、このぐらいの金額なんだなっていうのはね、結構良心的っちゃ良心的なのかもしれませんね。結構時間はかかってると思うんで。お次は、水没させた SSD なんですけれども、こちらのデータの復旧費用が、税込み15万4000円です。でこれも見積もりの項目を見る限り、内容が一緒なのでほぼほぼやった作業は同じっぽいです。ただここの金額差が出てるっていうのは単純にね SSD の方が容量がでかいからなのかなっていう気はします。で最後は、現在もね復旧作業中の外付けハードディスクなんですけれども、こちらがですね、お値段合計39万3800円です。いやこれはなかなかいい値段しますね。でこの3つある見積もりなんですけれども、実はね料金体系がちょっと違うんですよ。最初に言った USB と SSD これに関しては成功報酬です。で最初に診断をしてもらう前にどこまでのデータが復旧できたら僕にとって成功なのかっていうのを定義するんですよ。っていうのも人によってはその USB の中に入っている1ファイルこれだけでもいいから取り出したいっていう人もいるし、中身のデータも 100% 全部もう復旧できないと嫌だっていう人もいると思うんですよ。なのでそれによって何をもってして成功だったかっていう、定義が変わってきます。で今回は僕は成功の定義を抽出可能なファイル全て、100% 中身全部返ってきたら成功ですよっていう風な扱いにしました。でこの USB と SSD に関しては仮にデータが一つたりとも復旧できなかった場合っていうのは、成功報酬によって一切費用がかかりません。ただし成功定義データに記載したデータが一つでも出れば極論成功という扱いにはなります。でこれね見積もりのね項目にあるんですけど、例えば USB のね金額がこれ11万ってさっき言ったんですけど、10% が消費税なんで、金額的には10万円なんですよ。でその10万円のうち成功報酬費っていうのが3万円なんですよ。で仮にデータが100個入ってて1個だけ復旧できたっていうのは1% ですよね。そうすると作業費は丸々かかります。なので7万円は必ずかかってきます。成功報酬として定義されているのが3万円なのでそのうちの 1% なので300円トータルの金額が7万300円としてプラス税ですね。で、請求がされるっていうことになります。SSD の方も考え方は一緒です。でもう一個のこのね外付けハードディスクの方はちょっとねその成功報酬プランが違っていて、これは仮にデータがもう1個も復旧できなかったもう本当ゼロだったとしても作業費がかかりますっていうことなんですよ。作業料が25万8000円なので万が一一切のデータが復旧できなかったとしてもこの25万8000円プラス税はかかってくるっていうのがこっちの外付けハードディスクの見積もりになってます。なので今回は作業前にこういった感じで料金形態の説明を受けて、でそれでもやりますかやりませんかっていうことで今回はじゃあお願いしますということでお願いしました。あれちょっと待てよ、ホームページに復旧率 95.2% って書いてあったじゃんって思うかもなんですけど、これね聞いたところによると 95.2%、はい、実際にあれはマジでそうなんですか？本当でございます。はい。持ち込まれた数が母数ってことなんですか？でご制約いただいたっていうなるほど作業を実際に行ったという。なので今回はねその3つのメディアが対象っていうことで、この2つのメディアはすでに復旧が完了しているので、この時点でね66.6666% 復旧できているということで、最後のやつがこれもし復旧できれば100% 復旧できたっていうことになるので、本当最後のメディア次第ですね。
これを検証したかったんだけど、すいません、ちょっと間に合いませんでした。で、なんでこんなに時間がかかってるかっていうと、ハードディスクをこうガンガンぶったたいたんで、中のね、円盤にどうやら傷がいってるみたいなんですよ。円盤に傷がいっちゃうと、復旧のハードルっていうのがめちゃくちゃ上がるっていうか、もうちょっと前まではほぼ不可能って言われてたらしいんですよ。世界的にも基本的に治らないっていう症状ではあったんですけども、この研究を弊社してまして、東京都の方でその成果が出たことで賞をいただいたっていう実績があります。今回ね、デジタルデータリカバリーさんの方に、実際に行ってみて、でその復旧の現場だったりだとか、中を見せてもらって、やっぱりね、この技術とか設備っていうのにものすごく投資をしていて、すごくしっかりした会社なんだなっていうことは分かりました。最初はね、なんかこうデータ復旧サービスって、今回取材行く前はなんだろう、結構ね、なんかぼったくりに近いんじゃないかななんていうふうにも思ってたりはしたんですけれども、でもあれだけの技術と設備を持ってるんだったら、それだけ金はかかるなとは正直思いますね。やっぱりあんな風になんか折ったりだとか、なんか水没させたとか、ハードディスクの円盤に傷がいったなんていうのを直すっていうのは、これそのハードディスクとかを作るよりも多分よっぽど特殊技術だと思うんですよ。設備の規模だったりだとか、あとはエンジニアの数ですね。エンジニアも確か40名ぐらいいるって言ってましたね。で、あとね、ホームページに記載があった金額目安と今回出てきた見積もりの金額がだいぶかけ離れてるなっていうのはね、これは正直ね思いました。で、これも突っ込んで聞いたところ、やっぱりどうしてもあそこに書いてあるのは最低価格であって、でそこから実際にこう診断をしてみないとどのぐらいのね重篤度なのかっていうのがわからないので、それによってね金額っていうのはかなりやっぱりだいぶ開きが出てきちゃうと。ちょっとした風邪かなと思って病院に行ってみたら、本当に風邪だったらね簡単なこんな風邪薬もらって終わりなんですけど、それでね肺炎を患ってるだとか、本当大手術が必要な病気だったっていうのは、これは蓋開けてみないと分かんないということで、どうしてもホームページ上には精緻な数字は書けないと。でもね、僕がとやかく言うことじゃないのかもしれないんですけど、でも一消費者目線で言うと、例えばなんかこう段階とかで、このぐらいのケースもあるし、このぐらいのケースもあるし、このぐらいのケースもあるよっていう、大きい分類というかぐらいで、なんかその重篤度レベルでなんかどのぐらいかかるっていうのは、書いておいてくれた方が親切かなとは思いました。はい、というわけでね、今回はこのデータ復旧サービスであるデジタルデータリカバリーさんが、一体どういったサービスなのかっていうところを、僕が実際に体験して皆さんにお伝えしてきたんですけれども、すいません、本当ね、検証のところだけは申し訳ないです。ちょっとしたらね、またこの動画返ってきて、ぜひ概要欄の方をチェックしてもらえればなと思います。で、本当に行ってみて思ったのは、もうお世話にならないのが、これはもう申し訳ないですけど、お世話にならないのが一番越したことはないです。ただ万が一何かあった時にはやっぱ金額はそれなりにかかるものの、ただ大事なデータを復旧させるっていうことにおいては非常に頼もしいサービスだなというふうには、思いました。なので万が一どうしてもっていうことがあれば、皆さんねこのデジタルデータリカバリーさんに相談してみると、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。